一人でできる人すごいかっこよくない？どう思う？ベスティこんにちは、花だよ。今日もまた、メイクをするんですけど、今日は普段は部屋でやってるんだけど、今回は洗面台すっごい不安定なところでやってて、なんかね、私の洗面台ってわかる？ここの顔洗うとこあるじゃん。そこが空いてるの。だからなんていうの、なんかメイクとかすごい置けなくて、すっごい今不安定なところで、今ね台みたいなところに乗せてるんだけど、これもなんか今すぐにでも落ちそうな感じで結構危険なところで撮ってるんだけど、しかもライティングもなんか終わってる。さっきまで天気良かったんだけど、今天気が悪くなっちゃって、なんか雨とか降り出してまた、それでなんか顔の色もちょっと終わった感じになってるんだけど、それはご了承ください。はい。で、下地とコンシーラーはもういつも通りエスポアとルナを使ってるので割愛いたします。で、ファンデーション、クッションファンデを塗ると思います。はい。なんかね、私さ、この前の動画でも言ったけど、旅行してたのね、韓国に。で、いつ帰ってきたっけ？3に帰ってきたから、今何日ちょっと見れない。多分6とか7とかそこら辺なんだけど、もうなんかその疲れが取れなくて、全然すっごい疲れてて、なんていうの、旅行行った後ってさ、なんか旅行って休む旅行みたいな、リラックスしたみたいな旅行じゃなくて、私たちの場合はほんとサバイバルみたいな感じで、服買ってなんか消費してご飯いっぱい食べて歩いて回ってみたいな、本当に時間ないみたいな感じでいろんなとこ回ったの。日本でさえさそんなに巡ったことないのに日本も本当になんかそこら辺しか歩いたことないのに、韓国も本当に1時間ぐらいかけてスウォンっていうソウルから結構離れたところにある観光名所っていうのかな、わかんないけど最近流行ってるところに行ったし、なんかいろんなところ行ったの。でも韓国ってなんていうの、電車代とかバス代とかタクシー代とかもそうだけど、運賃がすごく安くて、日本よりも。だからあんまり気兼ねなく、なんか値段とか考えることもなく、なんかビューンって行けたんだけど、それもあってか、韓国に行った時本当にフットワークが鬼軽で、もうご飯とか、私とかさ、朝全然起きれないし、ご飯食べるなら寝てたいみたいな。これはね、あんまり良くないかもだけど、そういう感じだから、全然寝てるのって、朝ごはんとか、朝ごはんとお昼ごはんを一緒にしてブランチにしちゃうことも結構あるんだけど、そういうタイプなんだけど、もう韓国は本当に3食みたいな。3食プラスカフェみたいな。めっちゃ食べるじゃんみたいな感じで。でもそれぐらい、それと同じぐらい歩いたのね。毎回1.5万歩みたいな。もう去年行った時は本当にありえなくて、3万歩、3万はそう。2万歩以上は多分歩いてたんだけど、今回はタクシーとかを使う技を覚えたから、そう、タクシーとか使って、少し、歩きましたけど、って感じの距離歩いてて、それもあって激太りとかはしてないけど、でもすっごい食べたし、ニキビもできたの。見える？どこだニキビ？こことか私あんまり多分肌質的にニキビがすごいできるわけじゃないと思うんだけど、にしてもちょっとできたから結構最悪って感じで、ずっと歩いてたの。だから疲れがあんまり取れてなくて、1日目帰ってきた日は普通に寝てて、朝帰ってきて寝て、パッキングじゃない、アンパッキングして、でスーツケースを借りてたから私借りてて、それを返そうと思ったんだけど、当日発送できなくて、多分追加料金取られるみたいな感じで、それもだるいんだけど、私のせいだからない全部。そう、それね、それも終わって、でまた寝て、でポッドキャスト撮ってまた寝てみたいな。旅行から帰ってきた日はほんとずっと寝てて、疲れちゃってね、フライトとかもあったし、そう、それ寝てて、次の日も何してたか覚えてなくて、でその次の日もなんか旅行帰ってきてから旅行終わりだっつってなんか休んでて、旅行終わりっていう名目で休んでて、よくわかんないけど、今回これ使います。
ウェイクメイク、ソフト、ブラ、リング、iPad。で、何の話してたっけ？あ、そうそうそう、旅行終わりで疲れちゃって、なんかあんまりやる気出てなくて、韓国の Vlog を撮ってて、でね、結構撮ったの。いろんなところで。でもなんか、忘れちゃってて普通に。なんかあんまなんか途切れな感じで、どうなるかわかんないんだけど、まだ編集してなくってさ、それもやる気があんまり出なくてね。出なくて、編集もしてなくって、で、気づいたら今みたいな感じで、もう旅行終わってから1週間ぐらい経とうとしてるのに、まだ、なんか旅行ロスっていうか、旅行終わりロスなんていうのこれわかんないけど。旅行帰ってきたのに疲れてるみたいな現象になってるの。だから、これめっちゃ楽しいよ。もう韓国って超楽しくって、ご飯もいっぱいあるし、屋台もめっちゃあるし、インスタでよくチェックしてたような可愛いお洋服屋さんにもいっぱい行けたし、化粧品とかもいっぱいあるって、本当にいっぱいあるんだけど、でも全部消費旅なのね。わかる？買って食べて、みたいな感じなの。だから、次旅行は、なんて言うんだろう、都市とかじゃなくて、なんかもうローカルみたいな。なんて言うんだろう。リゾートみたいな。なんでも本当に休むための旅行みたいなところに行きたいなと思ったの。まあ、これは日本でもいいんだけど、この前ね、私、韓国の大食いの動画をよく見るって話したと思うんだけど、どっかで。どこで話したか忘れちゃったけど、それで、なんかね、ツヤンさんみたいな。名前忘れちゃったんだけど、多分ツヤンさんって人が、女性の方がいて、その人めちゃくちゃ食べるの。で、大食いで、いろんなお店に出向いて、そのお店の中でご飯をいっぱい食べて、食レポしてみたいなことをしてる方がいて、その方がインドネシアに行ってたのね。インドネシアについてはよく知らなくて、ご飯とかも、インドネシア料理よくわからないんだけど、その方がインドネシアに行ってて、大食いしてたのね。で、そのローカル飯みたいなのがマジで美味しそうで、タイ料理とか、マレーシアとか、なんていうのこういうのなんて言うんだっけエスニック料理そう、エスニック料理が本当に大好きで、多分女の子っていうか全人類、一度通る道だと思うんだけど、本当にエスニック料理も大好きなのね。もうここ、数年。カップラーメンあるじゃん。学校行くときさ、カップラーメンすっごい食べてて、なんか学校ってお弁当を作る時間も別にあんまなくて超適当になっちゃうし、普通に間食とか食べたくなっちゃって、学校行ってる時は本当に間食でラーメンばっか食べてて、高校の時は全然ご飯とか作ってたんだけど、なんかね、年齢を重ねてなんかめんどくさくなっちゃったのか知らないけど、ラーメンをね、カップラーメンをすごい食べる癖がついちゃって、これは直さないといけないかなって思ってるんだけど、それで、多分日清だと思うんだけど、日清のラーメンで、トムヤムクンとシンガポール風ラクサっていうカップラーメンがコンビニとかで売ってるのね。もうそれが本当に美味しい。本当になんかさ、日本の料理とか醤油だしとか、豚骨はちょっと複雑だけど、結構さ、この味で勝負しました。カツオで勝負しました。みたいな。これ偏見わかんない。よくわかんないけど、私のイメージとしては、結構なんか一つの味みたいな、結構シンプルな味が多いと思うんだけど、エスニック料理ってもう香辛料入れまくりで、パクチーも入ってるし、具もいっぱい入ってるし、みたいな感じで、すごくいろいろな味が混ざってると思うのね。それが、なんか複雑なのがすごく好き。で、私は本当にエスニック料理が大好きで、そのエスニック料理東南アジアじゃん。東南アジア行きたいなって思ったの。じゃこれからさ、どんどん大人になってきてさ、学生とかだとさ、なんて言うんだろう、もう群れて行動するのが当たり前っていうか、そうなるじゃん。いろんな友達とかいるし。だけど、大人になるとさ、一人で行動しなきゃいけないことの方が多いと思うし、サバイバル精神とかがあんまりないっていうか、なんていうの、そういう一人で何かして、一人で決めて、で、一人で行動して、一人で判断してっていうことをあまりしてこなかったのかなって思ったのね。だから、まあしてきたと思うけど、今後、もう本当に一人で判断しなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えるだろうし、慣れていかなきゃいけないなと思って、一人でいろいろ行動したいなと思った。てか、一人で行動してる人超かっこよくない？これ私だけかな？わかんないけど、なんか、一人で街で公園とかで本読んでる人とか、かっこいいとか思うし、
なんて言うんだろう、群れてる人もいいんだけど、なんか群れる時は群れて、でも一人の時は一人で自分でなんか例えばなりたい目標の夢とか仕事とか何でもいいんだけど、なんか一人で頑張ってる人ってすっごいかっこいいなって思って、なんか日本って一人はあんまり良くないみたいな感じにそういうさメディアとかいろいろあるじゃん。なんか一人ダサいみたいな、一人ぼっちだみたいなで言うけど、一人で頑張ってる人超かっこいいなっていうか、魅力的、なんか一匹狼的な人の魅力ってすっごいあると思うから、私もなんか一人でいろいろ行動できるようなかっこいい人になりたいなって思いましたね。なんていうの、すごい一人の行動が好きな子で、なんか初めから結構変わった子だなと思ってたんだけど、その男の子がなんかこの前どこだっけ、台湾かどっかに一人で旅行行ってて、聞いたのかな、誰と行ったのみたいな、一人で行ってたよみたいな。なんか海外この年ででも19だけど、この年で一人で旅行行ってる人ってなんか私の周りにあんまりいなかった。しかも海外旅行ね、来てる人あんまりいなかったから、かっこいいと思って。一人で旅行なんかすごいフラッと言ってて、それは財力とかも関係してくると思うんだけど、なんか彼はすごく一人で行動してることが多いし、なんかその一人の行動を恥ずかしいと思ってないのね。それがかっこいいなと思った。なんか私さ、判断するときに、最終的には自分で判断するけど、でも友達の意見とか、信頼してる人の意見、家族の意見とか、そういうなんか他人の意見も結構聞くタイプなのね。それで自分の客観視できてるつもりではいるけど、なんか確証的な客観視が欲しいというか、聞いたりするんだけど、なんか彼はすごく一人で全部決めて、一人で住んでるし、なんかそういう人に聞くのが悪いってわけじゃないけど、でも一人で全て判断して一人で責任持ってっていうその強さを持ちたいって思った。一人でできる人すごいかっこよくない？どう思う？なんかずっと集団でいたらさ、しかも同じ集団とかにいたらさ、その集団の意見が普通になっちゃうじゃん。だから自分の意見って何みたいになりそうじゃない？私はそんなね、集団でいるのがすごい好きってわけじゃなくて、結構もう4人以上いたら結構あーってなっちゃう、疲れるみたいになっちゃうタイプだから、あんまり集団でいないけど、集団でいたらいたでも楽しいけどね、すごい楽しい。なんか大人数だとご飯とかいっぱい食べるし、そこって感じだけど楽しいんだけど、なんかその集団にとらわれちゃうっていうか、自分の意見がなんかなくなっちゃいそう、なんか吸い取られちゃいそうで、お互いがお互いにいい影響を及ぼさないんじゃないかって思うことがありました。だから、一人で行動することを大切にしようって思った、今年は。一人で行動するって結構辛いっていうか、辛くはないけど、辛いっていうさ、気持ちにさせられるというか、周りがね、私は辛くなくてもかわいそうな目で見られたりとか、一人なんだみたいな思ってなくてもなんかそう感じちゃうみたいな、メディアとかでさ、もう一人とか思われてるのもあるし、だって SNS とかその昔の小学生とかさ、一人ってかわいそうみたいな見られ方するじゃん。だからその他人の目気にすると一人って結構ね大変だと思うんだけど、その目は完全に切り取って自分のために一人になりたいなと思った。そういえばさっきのここの涙袋はこれ使ったんだけど、これは韓国のダイソーで買ったやつ。私この前ポッドキャストでも話したんだけど、去年だよね。そう、去年韓国に行った時は韓国のダイソーっていう、日本のダイソーとほぼ同じみたいな、だけどちょっと値段が200円くらい高い、100、200円くらいちょっと高めのダイソーショップがあるんだけど、そこで爆買いしちゃって、もう絶対いらないの、本当に。シールとかポーチとかトレカケース的ななんかオタクグッズ的なやつとか、そういうのね、もうね、手当たり次第カートに放り込んで、お会計4000とかになっちゃって、絶対いらないの、本当に。だけど、ブラシ系は、すごい種類がバッとおすすめです。でこれは、この平たいやつと、ちょっと見えないね。ごめんね。なんかちょっとカットされてる。2つあるんだけど、これね。これこうするのにいいし、このカットされたやつで間にシュッてやるのも
いいから、この2つはおすすめです。マスカラやります。で、これ色ついてる？わかんない。ちょっと、ここの照明がさ、暗すぎてわかんないんだよね。今回のメイクのテーマは、ちょっとクール色なんでクールカラーってやつ。この前なんかインスタグラムで、全然わからない。全然知らない。タイか、多分タイ語だったと思うんだけど、タイかどこかの、なんか芸能人とかのパーソナルカラーを診断してるインスタグラムのアカウントみたいなのがあって、全然詳しく見てないからわからないんだけど、そこでなんかクールみたいに言われたの。私勝手にさ、自分のことね、ウォームカラーなんて暖かい系の明るい色を使う方が似合うって勝手に思ったんだけど、そこでクール認定されて、私別にね、パーソナルカラーでメイク変えたりとかしないんだけど、今回はリップがクール系だから、まあそれもあってってかも知らんけど、クール系のメイクをしようと思います。普段は結構、なんていうの、茶色とか使うこと多いけど、今回はパープルとか、なんていうの、グレーとかそういう色を使うことに決めました。で、目やります。これ毎回つくんだよね。このメイベリンのやつ。全然伸びるし、いいんだけど、絶対に目のどこかにつくの。これどうにかならない？教えてほしい、本当に。ちょっとこれやってる時の顔が終わったという。11。はい。もう話したいこといっぱいあるんだけど、カメラの前に立つとさ、なんか1個の話ですごい広げちゃって、結局私がしたい話の3割ぐらいしかしてないみたいな状況になるんだけど、どう思う？で、一回乾かしてからまつげ上げる。で、その間に眉毛やる。で、最近眉毛さ、また薄くしたから結構楽なんだよね。マジで推奨してます。そう思い出した。いろいろ話したいことあったんだけど、あれあったわ。この前、ポップアップに行ったの。ポップアップって言っても、私さ、服さ、いろんなところでっていうのもインスタグラムとか YouTube とかなんだけど、そこでいろんな視聴者の方から、お洋服どこで買ってますかっていう質問をいただくんですけど、お洋服は結構バラバラで、なんかこのブランドでいっぱい買いますみたいなのはあんまりなくって、形とか、こういう生地がいいとか、こういう色がいいとか、そういうの検索して出てきたやつとか、メルカリとかインスタグラムで見つけたなんかそこら辺のじゃん、そう海外の方とか日本の方とかわかんないけど、ハンドメイドのやつとか結構ちっちゃいブランドから買うことが多いのね。その方がなんか気持ちがこもってるというか、プライベートな感じがあるっていうか、自分のものっていう感じがする。自分のパーソナリティを表せてる気がするっていうか、とりあえずなんかちっちゃいやつが好きなのね。これでやるね。そう、それで買ってるんだけど、この前友達から結構前に教えてもらったヴィンテージのオンラインのみで販売してるお店があって、そこのお店がポップアップをしてたのね、東京で。それで私は、全然最近外出てなかったし行こうと思って行ったのね。でそのポップアップの店も何畳なんか1畳がどのくらいか分かんないけど、本当にもう10人15人ぐらいで収まっちゃうぐらいの結構小さめのスペースでお洋服がいっぱいあって、もうそのお洋服も結構可愛くて、ピチピチの服がすごい好きなんだけど、私ピチピチの感じの服がいっぱい置いてあって、可愛いと思って見てて、もうお客さん、店員さんっていうか、多分ポップアップのそのお店をやられてる方、女性の方がいて、その方とあと女の子2人組とカップルで来てる方がいて、でそのフロアには私1234566人しかいなかったのね。で私は普通に服を見ていて、で女の子2人組が試着室に行ったの。てかめっちゃ雨降ってきてて、フロアがそのカップルの彼氏の方は外に行って、女の子だけがいてお会計してて、店員さんと話してて、お会計が終わる間に私も店員さんと話したの。でそれでなんか普通に服見てたら、女の子の方が「花ちゃんですか?」みたいなで声かけられて「はい」みたいな「いつもなんかポッドキャスト聞いてます、 YouTube 見てます」みたいな言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったんだけど、もうこのさ3人
3人とか6人とかそのぐらいのスペースで私も声かけるとか思ってなくて、どんな顔してたか覚えてないし、本当に失礼な態度とか取ってないよね、取ってないと思うけど取ってないよねとか思ったり、本当に不意打ちで声かけていただいて嬉しかった。ありがとうございます。そうで、その子がね、どこだっけ、兵庫、名古屋、どっちか忘れちゃったんだけど、結構地方から来てる子で、東京の古着巡ってます。これも全然勝手に聞いた話ね。店員さんとの会話は私が勝手に盗み聞きしたんですけど、してる方で、YouTube とか見てますって言ってくれて、なんかもう、私さ、もうどこの国の、どこの地域の人が私のことを見てくれてるとかあんまり分かってなくって、データで出てくるの。データだと横浜が一番多いの。てか、大体横浜が多くて、インスタグラムの絵のアカウントも、私のハンナの方の、どっちもハンナなんだけど、顔出しして、YouTube のこういうのやってますとか、ポッドキャストやってますとかやってる方と、絵のアカウント、どっちも横浜が一番多くて、とか思って。で、横浜でも一回声かけてくださった方もいて、横浜が一番多かったのと、あとは大阪とか多くて、なんか私東京に住んでるんだけど、東京が出てこないの、そのランキング5位ぐらいに。みたいな、東京いないのと思って。なんかどこで私のこと見てくださってるのかがネットだとさ、わかんないじゃん。だからその方は、その兵庫か名古屋か忘れちゃったんだけど、地方から来てる方で私の声をかけてくださって、すごい嬉しかったし、なんかいるんだと思って、私の知らない地域とか行ったことない地域でも見てくださってる方がいるんだと思うと、本当に SNS で最高と思った。なんか悪い面ばっかりこの前まで言ってたんだけど、でも SNS の拡散力ってやっぱり私拡散力がなかったらここまで発信できてなかったし、イラストも自分のやつも SNS 中心に活動してるから、すごいいいことだなって思って嬉しかった。そう、声かけてくれるってめっちゃ嬉しいんだよね。なんか今までさ、文で見てて、なんかこういう応援してますとか、花ちゃんなんだかんだとか言ってくれる子いっぱいいたんだけど、やっぱり対面で会うとなんか違った嬉しさというか、なんか存在するんだみたいなSNS ってさ、文だけだからさ、嬉しいけどでも文じゃん、だから分かんないじゃん、実感できないっていうか、本当にいるのみたいなところあるじゃん。絶対いるんだろうけど、でもなんか実際に声かけていただいた時にすごい嬉しかったし、なんか私さ、普通にもなんかプライベートの延長線じゃないけど、もちろん仕事としてはやってるけど、なんていうの、結構軽めにあげたりもしてて、もうなんかインスタのサブアカみたいな感じの投稿とかもしてたし、すごい SNS みたいな感じで拡散されるとかあんまり自負してなかったけど、いるんだと思う、実在するんだって考えた時にもっと頑張りたいなと思いました。で、なんか実際に会うイベントみたいなのしたいなと思って。そう、私イベントとかもやってないし、グッズとかも販売したいと思ってるんだけど、まだ実行はしてないのね。だけどそのさ、販売とかさするとさ、なんか発送とか梱包とか支払いとかそういういろいろなやつもあるし、デザインとか考えるのも結構大変だし、私はなんか今売り込みとかもあって、あと YouTube も撮らないといけないし、なんかいろいろね、やることがもうタスクが多すぎて、どっから手つければ分かんないみたいな、すごい本当に最近やばくて、なんかもうやることが多すぎるの。やりたいことも多すぎるし、やることも多すぎるし、でもそのやりたいことがもう多すぎて考えたくなくて、結局 YouTube とか見て、やっちゃったみたいな。で、午後の16時くらいからめちゃくちゃ頑張るみたいな、そのね、絶対にやめた方がいいルーティンを結構繰り返していて、本当にやめた方がよくて、やりたいことが決まってんのになんでやんないのみたいな、甘いやんとか思って、 SNS を見る時間がすごい増えちゃったのね、ストレスから逃げるために。対面イベントとか、実際にイベントとか販売とかそういうことをもうちょっとやりたいなと思って、今年は。だから売り込みとかやらなきゃいけないことと別で、夏とかそのくらいにグッズかイベントかそういうのやりたいなと思ってる。でもなんかさっきも言ったけど、東京に私ファンいると思って東京住みの方いますかみたいな思っちゃって、人集まりますかとか思ったけど、頑張ろうかなって思ってるから、みんなどう思う？それについて。対面イベントとか来てくれたりする？私さ、お金取る感じの、お金取るか悪いって意味じゃなくて、普通になんか販売とか
イラストの似顔絵の企画は優勝で受けてるんだけど、それ以外はなんかお金をいただいて何かやるみたいなことはあんまりやってことないけど、なんかそういうイベントとかすごい興味あるし、実際にみんなと会える機会ってやっぱ私が作るなんて無理じゃん。だからやりたいなってすっごい思うから、皆さんいかがですかって話、教えてほしい。東京住みどのくらいいるのって感じだし、大丈夫かなみたいな。私東京だから東京でイベントすることになるけど、どうしたいの、どうすればいいのかな。今いろいろ考えてるんだよね。もうね、多すぎる考えることが。どうすればいい？でもさ、忙しい、一番さ、人間で一番辛いのって暇な時らしいよ。知ってた？私は今ありがたいことにやりたいことがいっぱいあって、でもまあ逃げてる時はあるけどやりたいこといっぱいあって、目標とかもあって、すごく楽しい、今楽しいけど、でも暇なんて一番大変だなって思う。バイトとかでも私さ、ピザをさ、6時間ピザを6時間こねるみたいなバイトやったことあるんだけど、これ言ったっけ？多分言ったと思うんだけど、マジね、こねるだけだけどマジで暇だし、このね、周りの人も私の年齢の人がいなくて、おじいちゃんとか主婦の方とかで結構もうなんかもうずっと職人みたいな人しかいなくて、バイトで話すのどうなのとは思うけど、でもさ、私カフェとかでバイトしてた時もあったから、その時は同年代の子が多くて、結構話とかもできたし、友達とかもできたし楽しかったんだけど、そのピザのバイトは結構本当に大変でした。うわ、暇じゃないけど暇みたいな。ずっと箱を組み立てるみたいな。暇じゃないけどなんか暇だなみたいな。だったら店員とかでさ、いろんなお客さんとお話っていうか接客して、忙しいけどすぐ終わる方がいいなと思って、やっぱ忙しい方がいいなと思って、なんか自分を怠けさせないために自分を忙しくさせたいと思う。旅行の時もさ、1週間行ったんだけど、その間絵とかも描いてなかったの。だけどなんか絵描いてたり仕事に追われてる時はすごいめんどくせえなとか思うけど、やっぱりその一歩離れて休んでる期間に入ると、これやんなきゃとか思ったりするのね。だからやっぱり適度に忙しい方がいいなって思ったから、やっぱタスクは常に置いておいた方がいいなって、そのため、自分のためにね、置いておいた方がいいなって思った。でも幸いかわからないけど、私にはもうやることが一生あるから終わんない。本当になんか暇な時何してますかみたいな言われたりするけど、なんか全然なんかずっと映画とか見ながら絵とか描いちゃうし、なんか本当に私のやってることってさ、プライベートと仕事の境目がすっごい曖昧じゃん。だってこの今メイクしてる時も別に自分で普通にメイクできるけど、でも今動画撮りたいなと思ったから動画撮ってて、 YouTuber とかインフルエンサーとか本当に特にそうだと思うし、私は一応イラストっていうのが本軸で一応あるから、結構分かれてできるけど、でも友達と遊び行く時にこの服写真撮ったら可愛いかなとか考えることもあるし、韓国の Vlog は結構思い出作りのために撮ったけど、でもその子もね、すごい快く承諾してくれたし、私の YouTube めちゃくちゃ応援してくれてるすごいいい子だから動画 OK してくれたけど、もしかしたらさ、一緒に遊んでて動画撮っててめっちゃうさとかもう子も絶対いると思うのね。悪い意味じゃなくて普通にいると思うから、なんかプライベートの境目がすごく私難しくなってるなと思って、それ結構最近の課題。わかる？ちょっとね、難しいんだよね、結構。大半って言ってるわけじゃないよ。全然楽しいし、自分のこのね、プライベートな姿を発信して、共感してもらえたりするとすごい嬉しいし、別に偽ってるわけじゃないからさ、本当のことだから別に何言われても何も思わないというか、いいことは嬉しいよ。でも悪いこと言われても別に、私だしみたいな感じでいられるけど、でも境目がさ、これはこの眉毛のコーティングするね。境目がすごいなくて、映画とかもなんかもう映画だけを見るってことがあんまりできないみたいな。この話したかもしれないんだけど、私映画館でこの前映画を見てすごく感動したってお話を YouTube かどっかでしたんだけど、それと一緒で、家とかで映画だけを見るってことをあんまりしてなくて、映画見ながら絵描いたりとか、てか絵描くのが多いかな。色塗りとか別に何も考えずに、てかいろんな何かをやりながら色塗りとかできるタイプなのね。
構成を考えたりするときは何もなくしたくて、絵の構成を考えるときとかはYouTube とか見ながら絶対無理で、その時はさすがに消してるけど、でも色塗りしたりとか線画描いたりする時はもう下書きとかあるから、下書きがあるから映像見ながらできるし、で最近見た映画とかも絵描きながら見てたなと思って、100% の気持ちで見てないの、70% くらいなの、どっちも。これ良くないなと思って、だから真剣に一つのことにするってことできてないっていうか、仕事と休憩が半分半分になってるっていうか、この時に絵描けたなとか、この時にこれできたなみたいな、この時に YouTube 撮ればよかったみたいな、本当にもう何もせず休むって時間が絶対必要なのに、でもこの時これできたなみたいな効率をすごい考えちゃって、本当に休めてるのかなって思うことが増えたから、しっかり休みたいなと思った。はい、こんにちは。動画がすごく長くなってしまったので、次の動画で続き、まだあと20分ぐらい喋ってるのすっごい喋ってて今日調子がいいっぽいから、次の動画でもう一回メイクの続きとおしゃべりの動画を配信いたしますので、そちらもご覧ください。見てくれてありがとう。バイバイ。Love you。健康に気をつけてください。バイバイ